皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。よろしくお願いいたします。さあ、今日もやっていきたいと思います。この番組ではですね、いつもは、なんだったっけ、スピリチュアルをより、身近に理解してですね、直感力を磨いて、そして超ミラクルなことを人生に引き寄せる、そんなコツなんかをお話ししております。はい、そういうことに興味がある方はぜひ、チャンネル登録をしていただきたいなと思います。そして今日はですね、あなたの霊感度レベル知りたくありませんか？知りたいですよね。どんな感じか。はい、っていうような感じの内容にやっていきたいと思います。基本的にはですね、僕たちっていうのは魂が入ってますので、皆さん、誰でも魂を、霊感を持ってるわけなんですけども、それに気づいてない、気づかない、全く気づかる、なんか感じもしないみたいな人とか、いろんな方がいらっしゃいます。はい。もう、それどころか、私も気づきすぎて困るんですけどっていうような人も僕の周りにはね、結構いらっしゃいますが、今日はそんなことで、いろんな人にですね、この霊感、これ霊感でしょうかって思うこととかもありますよね。そういうようなことを今日は皆さんとお話ししていければいいかなと思っております。そしてですね、10時50分からはヒーリング、開運エネルギーというのを送りたいと思います。今ちょっとね、急に寒くなったりとかで体調が悪い人とかもいらっしゃいますが、はい。そういう人たちのヒーリング、そして自分が前に進みたい、またはですね、背中を押してほしい、なんかいいことないかな、そういう人にはですね、開運エネルギー、この両方50分から、もうこうやって喋ってるだけで、この辺がすごいジン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 してですね、もう流れ始める。僕がですね、このヒーリングを送りますとかってみんなに言ってると、もうこの段階からエネルギーが流れ始めるんですね、ヒーリング。そうするとみんながなぜか眠くなっちゃうということが、もう、アキラさんヒーリングまで起きてられませんということが起こりますが、はい、そういう時は寝てください。大丈夫です。はい。また、アーカイブで見ていただいても結構ですし、生で見られてる方は、この画面を開いてですね、寝てても、エネルギーは確実に流れていきますので、それで受けていただいたらいいかなと思います。ただ、このヒーリング界エネルギーをですね、受けてると、やっぱりこう感じたりするわけですよ。エネルギーというか、厚さとかなんかこう、バイブレーションというかね、振動みたいな感じを。そういうのを感じると、スピリチュアルってこういうものなんだっていうのがわかる。この気づきって結構大きいんですよね。皆さん、スピリチュアルってわけわかんないとか目に見えないからとかって思いがちじゃないですか。でもこれが感じられた、これかっていうのが分かったりすると、本当にあとすんなりスピリチュアルのことを受け入れられたりすることもありますし、エネルギーの流れがやっぱり変わってくるんですよね、感じ方とか。はい、そういう意味でもヒーリングエネルギー、開運エネルギー受けていただきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。今日びっくりしました。始めようと思ったら、すごいコメントがいっぱいあったので、はい、嬉しいです。ありがとう、ミラクル。まず最初、福前さん、あきらさん、皆さん、こんばんは、こんばんは、ご無沙汰しました。広島からお伊勢さんに参拝してまいりました。おー、よかったですね。今日はご新規のお裾分けしてありがとうございます。よろしくお願いします。もう、こちらこそよろしく。もうね、福前さん、伊勢に行って、一歩前に進まれたんじゃないですか。なんかこう、これちょっとお話をしてたときに、ね、なんかこう、なんていうんですかね、人生を前向きに捉えるための参拝とか、そういうものって絶対皆さんにもあると思うんですよね。なんかそこに行くと、なんか自分の中の決断が変わる、決意ができるというか、または、逃げてたものから向き合うとかですね、そういうことがあったりすると思うんです。そういう時の参拝っていうのはね、やっぱりこう、何かが変わっていったりするので、はい、これからが楽しみですね。はるかさん、こんばんはです。こんばんは。週末に石の不思議店ミネラルショーがあるんですが、去年行った帰りにアキラさんとミキティ先生に、その時そうだったんだ。なるほど。いいですよね。石も、僕も東京でよく行ったりしてたんですけども、なんかどんどん、出店する店が多くなって、なんか店自体がちっちゃく持ってきてる石があんまり大したことなかったりとかですね、なんかすっごい中国系の人が売ってたりとかして、なんかちょっとあんまり嫌になっちゃったので行かなくなっちゃいましたがね、本当に。はるかさん、早いですね、もう1年。心よく会ってくださったり、いやこちらこそ、バスのとこまで来てくださってありがとうございます。はい。そして、のらみちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。
はい、皆さんね、この辺から、トミティ、あら、何のあらだろう。はい、長里ゆかりさん、あきらさん、こんばんは。今夜も楽しみにしてました。よろしくお願いします。ゆかりということで、ありがとうございます。今日も楽しくやっていきましょう。はい。トモティはワープ。はるかさんありがとうございます。あきらさんときはもういらっしゃいませ。よろしくお願いします。そして、けいこさん、来たーとか、村長皆さんこんばんは。よろしくお願い。いや、もうこちらこそよろしくお願い。もうね、今日ね、みんなすごいなんか前のめりのコメントがすごかったのでありがとうございます。バーンって開いたらいっぱいコメントがあるとね、ちょっと嬉しいもんです。からくさん、村長こんばんは。本日もよろしくね。いや、もうこちらこそ。起きてる。からくさん10時に起きてる。頑張ってる。ありがとうございます。はい。じゃん。お、ランチさん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。そして、じゃん。あ、レモンヌさん。あきらさん、皆さん、こんばんは。今日も楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。そして、池広さん、あきらさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。あ、きたちゃん、レモンさん。あきらさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。のりさん、あきら先生、皆さん、こんばんは。あきら先生って呼んでくれるのはあなただけじゃないかしら。でも、ありがとうございます。私はね、別に先生って呼ばなくても大丈夫よ。はい。あきらで大丈夫です。はい。よろしくお願いします。じゃん。もう皆さんありがとうございます。そして、みえちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。ここは心地よくて9時からでも10時からでも寝てしまいます。そうね。10時でカッて寝て、パッと起きて、またカッて寝るのがいいんじゃない？はい。よろしくお願いです。もうね、私もね、なんか10時起きてられるかなみたいな感じで、今日はね、ちょっとさっきまでミーティングをしてたので、目が冴えておりますが、はい。そして、じゃん。レナさん、アキラさん、こんばんは。大好きです。嬉しい。ありがとうございます。ミラクルラ僕長。ありがとうございます。今度のですね、いつだ、土曜日にあげる、8時にあげる動画があるんですけど、さっきそれを撮って編集してたんですね。で最後のミラクルラブっていうところで、うちの犬が吠え始めまして、ワン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 って言ってるのそのまま使ってますので、よかったら、皆さん土曜日の動画見てください。シュンアロハさんっていうのかな、アキラさんの皆さんこんばんは、よろしくお願いします。じゃん。起きたミキさん。あきらさん、こんばんは。明日朝最低気温9度って何を笑う。本当ね、みんな風邪ひかないように気をつけてね。なんと、ですね、明日は僕、ラジオ、愛媛の南海放送ラジオっていうところでラジオを始めてまして、1ヶ月の収録をしに行くんですね。はい。なので、明日行きまして、そして土曜日の朝、倫理法人があるんですけども、倫理法人の東音っていうところの僕が会員になってますし、今、そこでですね、いつもここでお世話になっている矢野先生が、講演をされるんですが、僕も5分だけスピーチやってよって言われてまして、はい。もし、来れる方は、7日の朝ですね、倫理法人、東音の倫理法人に来ていただくと、なんとアキラに会えるという。はい。よかったら皆さん来てください。佐藤ちゃん、こんばんは。しごれ様からのメッセージ気になる。しごれ様が、そうだね。はい。しごれさんにいつもね、教えてもらってることをお伝えしてます。よろしくね。野上さん読んでくれたりなんかははずい。そんなことない大丈夫。えりこさん、ありがとうございます。バーベキューファンミーティングから1年です。はい、ほんと早いよね。あっという間に私、年取ってってみたいな。はい。でも私、永遠の27歳なので大丈夫です。はい。懐かしいと、ほら、バーベキューファンミーティング懐かしいよね、けいこさん。そうですよね。はい。皆さんありがとうございます。いつもね、遊びに来てくれて。はい。ということで、こんな感じで始めていきたいと思います。さあ、このですね、僕の動画を見てくださってる方っていうのはスピリチュアルに興味があったり、またはこの霊感がやっぱりあるっていう人いらっしゃると思うんですね。僕たちもよくあるじゃないですか。虫の知らせとか、または直感っていうもので、こう、目に見えないスピリチュアルな世界からの、なんていうんですかね、メッセージを受け取ったりっていうのは結構日常茶飯事に起こってるんですよね。しかも、この僕たちのすいません。僕たちの周り、例えば僕の場合、守護霊さんのいつもメッセージをね、伝えるというカウンセリングをやったりしてるんですけども、守護霊さんとかなんてさ、もう本当にたくさん
たくさん毎日メッセージを送ってきてくれてるんですけど、みんな気づかなかったりしてるっていうことなんですよね。だからそれでこう、あれやこれやっていう感じで送ってきてくれて、もうありがたい存在なんですけども、そういうのに感じる人もいます。ね。はい。でもそのぐらいだと結構いらっしゃると思うんですよ。虫の知らせとか、ね。あとはそこから自分がですね、あ、しごれさんにこういうふうに言われた。誰かが私の耳元でなんか一言言ったとか、僕の知り合いの人ではですね、なんか後ろから背中を押されたみたいな感じの人とかいます。はい。まあそういうのでですね、今日は皆さんの霊感度レベルはどのくらいなのか、1から5ぐらいに分けてですね、見ていきたいなと思います。ちゃんでもさ、私もの27歳ですよね。みんな27歳でいいんじゃないもうね。エミリさん、こんばんは。よろしくお願いします。そして、デコさん、アキラさん、皆さんこんばんは。よろしくお願い。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。じゃん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 。はい。ということで、そうなんです。だから、まあ、ここの、例えば、50分からヒーリング開運エネルギーとこう送りますよね。こういうものを感じるって、感じるにもいろいろあるわけなんでしょう、種類的には。感じるだけだと結構やっぱり、レベル的には結構誰でもできるものだったりするんですね。例えば、ホテルの部屋に入った時になんか嫌な感じがするってありますよね。ね、結構経験ある方いらっしゃると思います。僕もね、1回だけってことはないけど、僕も23年間アメリカの航空会社でスチュワーデスをやってたので、まあ、ありとあらゆる国のホテルに泊まったことがあるわけですよ。で、ここなんか嫌だなーって思うところがあって、それがですね、台湾だったかな。なんか、まあ、その時は話で聞いただけなんですけど、台湾のその時ですね、泊まってたホテルが、実は昔お墓だったと、結構そういうとこ多いんだよね。やっぱお墓とかがあったところっていうのは、その、広い土地だから、それをもうじゃあ、もうこれお墓潰しちゃって、なんか建物作っちゃえばいいじゃんみたいな感じで、こう政府が作っちゃったりするんだよね。で、そういうところだったんですよ、そのホテルが。そうすると何が起こるかっていうと、夜、電気が勝手についたり消えたり、テレビが急にオンになったりとかですね、変わったホテルがあったんですね。でもなんか怖いなみたいな。僕はホテル結構ね、電気ついたままでも寝れる人だったので、いつもね、だいたい電気つけて寝てました。なんかちょっと怖い感じがするので。でも全然僕は寝れるんですけどね。そういうのってあります。これはですね、霊感度1レベルです。これは結構みんなあるってことですね。はい。ですから、まあ、このホテルの部屋がちょっと怖いなとか感じるなとかっていう人っていうのは、これは霊感度1レベルですね。こういうのってね、結構起こってるんです。例えば、友達に会った時に、ね、あら、なんかどうしたの今日なんか楽しそうねとか、あら、なんか今日怒ってるとかっていうのを感じたりするじゃないですか。特にね、仲のいい友達とかだったりすると、それも、霊感度レベル1ですね。はい。っていうことは結構みんな怒ってるってことです。ちょっと待ってね。はい。それは私はありますという方ね、レベル1か書いてもらえばいいと思う。ちゃんでもさ、レベル1かも。なるほど。はい。これは処方の処方です。まあ、まだこれからね、1から5までありますので、だいたいどの辺のところに行くかっていうので、皆さん見てもらっておいてがいいと思うんですが、はい。チャンネルさんレベル1は、合格ということで。はるかさん、TikTok では個別挨拶ができませんが、こちらのみ、これ誰かに答えてるのごめん。はい。レマンヌさん、また送信つもりないので、送信になったらごめんなさい。みんな言ったですね。ということで。はい、ありがとうございますね。もう、いいですよね。アキさんはじめまして、ちょっとお邪魔しました。いらっしゃいませ。よかったら50分からヒーリング会員エネルギーを送りますのでね、時間あったら、見てってください。今日はですね、あなたの霊感度レベル、霊感度レベル知りたくありませんかということで、だいたい僕の中で1から5っていうのを決めまして、
皆さんどうですかっていうお話をいろいろしていきたいと思います。そして今ですね、レベル1っていうのが、なんとなく嫌な感じがする。なんとなくいい感じがする。そんな感じのものですね。例えば部屋に、ホテルの部屋に入ったら、ここちょっと嫌な感じがするとかっていうとこってあると思います。はい。または、なんかこの人、すごくいいオーラ放ってるなって思う時ってありますね。あれはレベル1ですね。レベル1。私はありますという方書いていただければいいかなと思うわけなんです。はい。あ、ケイコさん、レベル1はありそう。ありそう。全然ありそうですけど。はい。なるほどですね。そうなんです。このレベル1っていうのは結構誰にでもあります。本当に感じない人っていうのはいるんだけど、たまにね。てかもう本当に気づかないんだよね。自分がないと思っちゃったりすると気づかなかったりするからなんですが、まあそういう感じでレベル1っていう方はたくさんいると。さあ、レベル2でございますが、ちょっと、もうちょっと上に参ります。金縛りに合う人。これはレベル2です。金縛りっていうのはいろいろあると思いますけど、まあ、ちょっと疲れたりしてる時に見えがちだっていう方もいらっしゃいますが、金縛りっていうのは、結局、まあ、いろんな要因があると思うんですが、この金縛りで誰かに押されてる感じがする、誰かが歩いてるのが見えたとかっていうことってよく聞きますよね。これは僕の中では、霊感度レベル2に入ります。ただですね、この、なんだ、金縛りになる人っていうのは、僕の中では、ちょっとこう、負けてるんですね。周りのエネルギーに。または体が疲れてたりして、自分の中のこの霊感っていうものをコントロールうまくできてなかったりする人に起こりがちなんですね。はい。だから、なんかすごくね、霊感の強い人、僕のもね、昔、大学の時にすごく霊感の強い女の子がいたんですよ。で、その子がね、もうすごいんだって、毎日のように、オンパレードのように、金縛りにあってですね、もうすごいんだって、わーって部屋で浮いて、ぐる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 部屋でぐるぐるぐる回されたりする時とかあるんですけど、とかちょっと言ってたんですけど、まあ、その子は何が起こってるかと、霊感は強いんですけど、その霊感をコントロールしたり、自分自身の強い、なんていうかな、思いというか考えというか、そういうものがやっぱりちょっと弱いということなんですね。はい。霊感っていうのは、誰でも持ってるものなんですけど、やっぱりそれをどう使うかとか、それを信じるとか、それをこうコントロールするとか、そういうものをやっぱり知らないと、あんまり良くないわけなんですね。はい。ですから、まあ、この金縛りにあったりするっていうのは、ね、なんかこ夏のさ、怖い話を聞きたいときには、どんな金縛りとかやったら聞いたりするのは楽しいけどさ、霊感のレベル、僕の中の見る霊感のレベルとしては、あまり高くないということで、今回は霊感のレベル2にしておきました。はい。そして、じゃん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 。あ、ゆかりさん。私も1ありありです。ありますよね、1はね。1、本当に。そう、1もね、あるってことはすごいことだ。例えばね、今日も送る50分からのヒーリング会エネルギーってあるじゃないですか。やっぱりあれをこう感じたり、こうビリビリするとか、じわじわするとか、熱く感じる、冷たく感じる。それも結構霊感度レベル1なんですよね。はい。それがあるってことは素晴らしいことなんです。そこからどん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 こう練習したりですね、自分の中で訓練していったりすると、やっぱりどん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 そのレベルっていうのが上がってくるっていうことですよね。チャンレモンさん、あるかもあると思いますよ、全然。ケイクさん、金縛りにならない。大丈夫です。金縛りってね、あんまり良くない状態なんです。体が疲れてるとか、何かに負けてるとか、なんか、まあ、その周りに、例えば、ね、スピリット、その霊体があったとしたら、それに負けたりしてるっていうことなので、はい、そんないいものでは、自慢できるものではないので、あんまりいらないと思います。僕はあんまり金縛りってならない。一回だけあったかな。でもなんか見えるとかじゃなくて、なんかちょっと体が動かないっていうことが一回ありましたね。はるかさん、ずいぶん昔にね。
はいかさん、金縛りは学生の時に一度ありますが、あれは完全に成長期の時の肉体からのだと、霊的ではない。あ、なるほどね。そう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 。僕もそれだったかもしれない。体が重くなって、起きてんだけど、頭半分起きてんだけど、体が動かないみたいなね。多分そういうのもありますよね。そう、それは金縛りではないですよね。多分ね。はい。チャンネマさん、高校の時にいつもあった、そうなんだ、今はないけど、強くなりましたね。チャンネマさん、いい感じです。はい。そして、ゆかりさん、はい、金縛りにありありです。来てますね。なるほど、ゆかり。面白い。はい。そうそう、金縛りは結構大変だからね。そう、やっぱり、コントロールする術とかちょっと知ってるといいですね。シスターラマンちゃん、アキラさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。今起きたということを言ってますが、はい。じゃんじゃん。そうなんです。だから、この金縛りが、2ですね。で、じゃんじゃん。僕の中で、3、今、1、2言いましたよね。1、2、3。3番は何だと3番はですね、僕の中なんですけど、これはですね、人の考えてることがわかるです。はい。これも結構あるんじゃないかな、みんな。僕、子供の頃はこれがすごく強かったんですよね。この人こんなこと、なんかちょっともう言われたかのように聞こえてたみたいな感じのことが多くて、なんか傷ついたりとかよくしてたんですけど、はい。そんな感じで、人の考えてることがわかる。または人の考えてることが聞こえる。これが、霊感度レベル1から5の、3あたりになりますね。はい。この人の考えてることがわかる。これってね、結構みんなの中で本当なのかなとかどうなのかなってわかんなかったりするんですけど、これが、私わかるなって思ってちゃんとやってる人とか、ね、これってね、複雑なんだよね。最初なんか人の考えてることとか分かったらさ、結構怖いんだよね。この人私のこと嫌いなんだとかって言ってるの分かったりしてさ、僕もよくありました。よく今でもあるけど、あきらさん大好きとかって言ってるけど、この人私のこと嫌いだろうなとかね。いちいち好きとか言わなくていいのにみたいな感じの人とかたまにいらっしゃいますので、はい。だからもうなんか、人の言うことってそのまま100%信じちゃいけないなとか、いつも最初の頃は思ってましたけど、今はね、なんか、そうですか、ありがとうみたいな感じになっておりますが、はい。はい。この中で人の考えてることを分かる人って言いますけど、みつこさん、あるなーって言っても、これは人の考えが分かるやつかな。はい。ちょっとみきみきさん、昔はあったよ。朝方来たって、そしたら覗き込んでくる子はと思うんだけど、だんだんイラってなったら、アキラさん、って消えた。さすが、ミキミキさん強そうだからね。幽霊もビビらすミキミキでございます。なるほど。ね、そうそう、朝方とかもね、起こりやすいかもしれないですね。なんかさっきのハリカツさんじゃないけど、金縛りってさ、ちょっと目が覚める直前とか、あんな感じに起こったりする。さっきの体のどうのこうのって言ってたのも、パッと目は覚めてんだけど、体が寝てしまってる。そんな状態なんだろうね、多分ね。はい。でも、ありますね。でも今は来なくなった。もっと強くなったってことですね、ミキミキさん。そういうことですね。クランベリーさん、アキラさん、皆さんこんばんは。お風呂後にしよう。なるほど。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はあなたの霊感度レベルっていうのをお話ししています。1から5まででですね、お話ししててっていう感じにします。1っていうのは、なんとなくその気配、ホテルの部屋がちょっと嫌な感じがするとかっていうものですね。2っていうのが金縛りに合うですね。金縛りっていうのはあんまり良くないことなんです。あんまり金縛り起こるんですって言って自慢してても仕方がないみたいなね、感じなんですが、はい。そして3番が人の考えてることがわかるっていうやつですね。カメさん、遅刻しました。全然大丈夫。こんばんは。子供の頃の方が金縛りはしょっちゅうでしたが、霊が見えたのは人生で5回くらいです。でも結構見えてますね。はい。みんなそうでしょう。金縛りってどんどん、やっぱり人間ってね、どんどん強くなるんだよね。そうすると金縛りとかもしなくなるんだよね。はい。やっぱり子供の頃って不安定なんでしょうね。そして、
なんていうかな、本当に子供とか若い時って体を酷使したりするじゃないですか。運動をめちゃくちゃ頑張るとか、もう本当吐くぐらいまで遊びまくるとかね。僕もよくやりました、昔は。朝までカラオケして踊りまくるとか、そういうようなことをしちゃうから、やっぱりちょっとこうバランスが悪くなったり、体が疲れてっていうことになっちゃったりするっていう人がいるんだと思いますね、多分ね。ジャンレモンさん、わかるような気がする。お、いいですね。はい。人のこう、やっぱり考えてることとか分かる人っていうのは、今日の中で言うと、霊感のレベル3ですね。1から5の3。結構真ん中。もうこの辺になると結構いい感じで。こういう人っていうのは、霊性開花の勉強とか、本当されるといいと思いますね。僕もこの霊性開花のね、学校とかやってますけど、やっぱりその1ぐらいの人が、やっぱりよく来られるわけですよ。で、そういう人っていうのは本当にね、もったいない。もう、なんていうかな、いろんなことを気づくことって必要なんですよね。それをこう、あなたの中には今これが起こってますよとかって言ってくれる人、で、自分が確認できる人を持つっていうのは、ね、よくこう、師匠を持てばいいとか、言いますけども、そういうのってすごい大切だと思いますね。よしこさん、あきらさん、こんばんは。シスターさん、みつかさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。みきみきさん、相手の知られたくない本心ついちゃうからきつく思うんです。言っちゃうタイプね。僕はね、知りながらね、言わないタイプですけど、はい。そう言ったらね、傷つくのよ、やっぱり。そう、みんなこの、えーと、相手の考えてることが分かる人っていうのは、本当に思いやりを持ってやらないと、僕らでもよくあるんですけど、やっぱりちょっと見てとか練習してとかって言われたりして言うじゃないですか。で、聞かれたからよ。聞かれたから、友達だしいいかなと思ってパンって言ったりしたら、なんでそんなこと言うのみたいな感じで怒られたりすることがあって、聞かれたからやみたいな感じになったりするんですけど、はい、この霊感度レベル3の人はちょっとこう話し方とか気をつけた方がいいですね。知らない間にこう人のちょっとこうなんていうかな、見られたくない、疲れたくないところついちゃうことがあるってことですよね。ゆきさん、人の考え、見た感じとかで雰囲気で感じてしまうのも霊感なんですね。そうなんですよ。いくつかあると思うんです。どっちもどっちなんでしょうね。なんか認知症とかってあるじゃないですか。あれっていうのもやっぱり統計学だけど、やっぱりちゃんとできてると思いますね。あれと霊感が重なると本当にすごいと思う。僕も、興味があるので、手相とかそういう認知症とか勉強したことがあるんですけど、やっぱりそれとね、この自分の霊感とを照らし合わせると、やっぱりこう共通してくるんですよ。そしたら絶対この人こういう人なんだろうなとかってわかるってことですね。それはめちゃくちゃやっててよかったなと思いますね。はるかさん、人の考えてることね、分かりやすい人と分かりにくい人がいるけど、そう、もちろんです。分からないわけではない。どっち分かってると思いますよ、はるかさん。はい。イーさん、オードリーさん、金縛りではあまりないけど、ネイリバナに顔が私を覗き込んできたり、あら、この子見えてるとか言われたら、でもこれって夢なのか霊感なのか自分ではわからないです。これは霊感ですね、多分。はい。あの、夢の中って結構霊感使ってたりするんですよね。はい。これは霊感でございます。はい。おめでとうございます。ゆきさん、金縛りは学生時代よくありましたが、年取ったらないですね。そうなの。大人になったら強くなるのよね、みんなね。部屋の浄化気にしてるから。それももちろんあると思います。はい。そういうことも起こってるってことですよね。マジックショップさん、キラさん、皆さん、こんばんミラクルって言って、こんばんは。よろしくね。皆さん、50分からヒーリング会エネルギーを送りますので、楽しみにしててください。はい。じゃんじゃん。じゃんじゃん。そしてですね、ちょっと待って、どこだったかなどこだったかなじゃん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 。あった。鉄木野さん。天国の生活はどんな感じなるほど。面白いですね。僕の、知り合いの人に聞いたりしたのでは、本当にめちゃくちゃ愛のあるとこなんですって。めちゃくちゃ気持ちいいんですって。そう、だからね、なんか、みんな、あの
人が亡くなっちゃうとさ、悲しいし、あの人かわいそうだとかね、若くし亡くなってしまう人とかかわいそうだとかって思っちゃったりするけど、意外と魂は天国に戻ると、ああ、気持ちいい、帰ってきたっていう感じにまさになってるんだと思いますね。僕らはよく言ってるじゃないですか。まさにこの天国というかスピリチュアルの世界が僕らの家で、この世の中っていうのはどちらかっていうと、学校に来てるような感じなんですよね。だから天国っていうのはどちらかというと家に帰るね。皆さんも家に帰ると気持ちがいいじゃないですか。リラックスをするし、そういうところだっていうことですよね。シュンアロハさん、なんとなくわかりますね。わかってますね。はい。うさぎさん、あきらさん、こんばんミラクル。いただきました。皆さん、こんばんミラクル。お久しぶりです。お久しぶり。よろしくお願いします。今日はあなたの霊感度レベル、今、1から5の3番話しております。はい。そして、マジックショップさん。金縛りは上に上がる感覚と下に埋まるように下がっていく感覚、両方経験しました。いろいろ経験してますね。そして、金縛りじゃなくて、幽体離脱でした。間違えました。ああ、なるほど。そうだね。離れていくからね。体からね。ああ、これはね、よくありますね。はい。ということでですね、アキラ的霊感度レベル1、2、3とお話ししてきました。1が、その部屋とか場所とか人の気配を感じるですよね。で、2番目が、なんだったか。金縛りに合う。で、3つ目が、人の考えてることがわかるってことです。もうこれって結構強い感じなんですけどもね。ここまで分かったりすると、なんていうのかな。それを活かしていくこともできるわけですよね。世の中って本当に言ってることと考えてることと全然違ったり、本当にこいつを利用してやろうとかっていう人もいるじゃないですか。やっぱそういう人が分かってくると、僕はすごくいいと思いますね。はい。アロハさん、祖母が亡くなる前の日、天井に目が行き、ひらひら2回出入りしてきました。雷にもひらひらと顔になり、入っていき、ひらひらと玄関に向かいました。すごいね。これ面白いです。そうなんです。この人って亡くなる前とかっていう時っていうのは結構体から離れてこういろんなところに行ったりするんですね。なるほど。ちゃんと見れたんですね。これは結構上級でございます。はい。ささみさん、あきらさん、皆さん、こんばんミラクル、こんばんミラクルいただきました。ありがとうございます。そして、まさみさん、あきらさん、皆さん、こんばんミラクル、ただいま帰ってきました。お帰りなさい。今日はね、あなたの霊感のレベルは知りたくありませんかということで、1から5までの話をしています。皆さん、自分がですね、それに当てはまるかどうかというのをちょっと見ながらですね、やっていただきたいと思います。はい。そして、4番目。4番目がですね、これが4番目。4番目が、このあれです。夢で人と話す。夢で見るってことですね。これさっきの、金縛りとは全然違うんですよね。もう自分は寝てるっていう、さっきの幽体離脱してたって言ったじゃないですか。幽体離脱を見るっていうのはかなり上級、レベル4です。はい。この夢で見るっていうのはですね、結局、寝てる間に僕らっていうのは魂が体から離れていろいろなところに行ったり、いろんなことを、なんていうかな、見に行ったりとか、勉強したりとかいうのをやったりしてるわけなんですね。それを見たりしてる。そして覚えてるってことですね。大体みんなこの夢で見たことって、その魂がやったこと、経験したこととかって覚えてないんですけど、それを何かの関係で、僕の中で言うと、すべてのことには意味があるので、多分、たまたま覚えてるとかっていうことはないと思うんですけども、そういう時があるってことですね。僕も一回言うた離脱みたいな感じに、この本当に、なんていうんですか、こういう勉強、スピリチュアルな勉強をし始めて、なんか夢とか結構見ないタイプなので、夢でなんか見ないかなと思って、ずっと意識を向けてた時に、やっぱりこう、幽体離脱みたいな感じで、わーっと空を飛んでるようなね、はい、ものを見たことがありますね。本当に、なんていうかな、そういう時って、
感覚もちゃんと分かってんだよね。風とかさ、このパーンって当たる、地面にこう飛んでたんだけど、地面に降りた時のこの感覚とかもちゃんと覚えてたりするんですよね。はい。手付けのさん、ありがとうございます。天国では家や服は自由、仕事もあるとか。なるほど。これね、そうそう、このテレビとかね、なんか昔話とかではそういう風になってるかもしれないんですけど、僕の知ってるのでは、エネルギー体になっちゃうので、魂というものにね。だからこういう服とか家とか、仕事とか、そういうの、ちょっとイメージ的に見せてくれたりすることがあります。例えば僕が、亡くなった人を見たりするときっていうのに、その人今何してんだろうと思ったら、ちょっとこういうことやってますとか、いろんなものを見せて、その人の姿で見せてくれたりするんだけども、これは多分僕がリーディングとか、メッセージを伝えるときに、その方が漢字がわかりやすくて伝えやすいからっていう感じで見せてくれてるのであって、実際にその魂が、今日はじゃあこの服着ていこうかな、今日はピンクにしようとか、そんなことは多分してないってことですよね。はい。面白いですよね。深いですよね。そういうふうに考えるとね。はい。カムさん、中学生の頃に幽体離脱のように目が開いたら、飛んじゃった。はい。ちょっとまだ書いてください。頑張って。はい。ミキミキさん、夢、デジャブは彼氏ことは多かった。そうなんですね。はい。でもそういう、結構夢デジャブっていうのは、僕の中ではレベル4ですね。まさみさん。はい。ちょっと待って。夢、いろんなところに行ってる。毎回同じところに行く。行くところがいろいろあるんだよね。すごいですね。これ夢で見やすい人っていうのもいるんです。僕はあんまり夢で見ない人なんですけど、はい。でも夢っていうので見るっていう人もいますから、これは全然いいと思います。夢をよく見る人っていうのは、やっぱりこれを利用するといいですね。自分はこの夢でいろいろ知れるとか、いうふうに思ったりすると、やっぱり変わっていくんじゃないですかね。その訓練みたいなのもやってみると、すごく面白いと思います。はい。カムさん、中学生の頃、夜中目が開いたら天井が目の前、あるね。僕も子供の頃よくあった。そう。そしてね、天井が回ってる、ぐわーって。なんか、自分ではなんかちょっと貧血とか起こしてるのかななんて感じだったんですけど、なんか今考えたらそういう風に見えてましたね。面白いですよね。子供の頃って結構そういう時あるかも。大人になったももちろんあるでしょうけどね。ゆきさん、夢めちゃめちゃ見て起きた後疲れてます。なるほど。よく眠れてないのか頭がおかしいのか興奮してるんじゃない？普通はその夢とか見て、でもありますよね。なんかちょっと夢のさ、二つあるじゃん。その本当に、魂が見せてくれてるものと、あとその自分の思い入れ、例えばテスト前とか、よくあるよね。トイレ行きたいときに、トイレに行こうとする夢。でもなんか知らないけど、トイレに行こうとするのになかなかトイレに行けなくて、トイレに行くんだけど、トイレ行っても出ないみたいな。辛い思い。あれは、体とか思いに反応しちゃってる夢ですよね。あれの時は結構疲れるから、ゆきさんはもしかしたらそれの時だったのかもしれないですね。はい。はるかさん、へんてこのみんな夢ばかりです、笑う。ただこの近所などは現実とは違うけど、必ず同じ風景です。面白い。それは本当に見てるのかもしれないですね。アルファさん、夢ほとんど見ないな。私も見ないから大丈夫ですよ。はい。笹吹さん、ミサライバルさん、天国でも歌ってるって江原博之さんが言ってます。そういうふうに見せてくれてるってことです。はい。まだ、天国楽しいとこよっていうのを、そういう感じで見せてるってことですね。でも実際に歌ってるかもしれないけども、はい。でもさっきの人の答えみたいに、じゃあ、ミサライバルさんがまた舞台の服みたいなの着て、天国で歌ってみんなに聞かしてるって言うと、それとはまたちょっと違うってことですよね。はい。AI さん。去年母が亡くなる何日か前に夢で真っ白な空間の中で母方の祖母と私が生前で向き合っていました。夢で真っ白な空間の中で母方の祖母。なるほど。おばあちゃんがね、会いに来てくれて大丈夫よ。私たちがね、いるからね、見守るからねっていうようなことを見せてくれてたのかもしれないですね。
はい。鉄木野さん、輪廻転生あるのですか？期間100年、あると思いますよ。いや、でも人の、魂によって違うので、こうとかっていうのは多分決まってないですね。たくさん生まれ、すぐにもう行きますって言って生まれて変わってくる人もいますし、ちょっと行きたくないなっていう人もいるってことですよね。チャンネマンさん、夢の続きが見れるってのは、ああ、わかる。それも面白いね。そういうことです。繋がってるってことですよね。結局全部。はるかさん、友達数人と会う、その朝に見た夢で一人だけ夢の通りの服だったのに驚きました。めたことない服です。だからそういうふうにもう先に見に行ってるってことですよね。ゆかりさん、私も夢を見ます。結構みんな見てますね。この夢は皆さん、今日の霊感のレベルで言うと4ですからね。なかなかハイテック、ハイレベルでございます。この世の人で亡くなった人の夢を見ます。そういうのも両方見に行ってるってことですね。マジックショップさん、家族や近しい身内には何人か霊感の人はいるので、私は全然霊感も霊体験もない UFO を頻繁に見てた時期は、それ見てます。それ霊感あるって言いますから。はい。それも霊感です、一つの。はい。そうでございます。十分あります。はい。アラさん、いけた。あら、本当にすっきりやっちまった。幼い頃。あったあった。気持ちいいと思ったら、みたいなね。ありましたね。懐かしい。そうでございます。そういうことが起こる。それの時は疲れるってことですね。あれ疲れるよね。トイレ行こうとするのトイレ行こうとするのに行けないし、なんでとか言うね。日暮さん、こんばんは。よろしくお願いします。何の話やったトイレの話、いきなり始まってますが。はい。はるかさん、皆さん霊感はあるかと思いますが、私の場合は霊を見るのが怖いから、どちらも、そうですね。はい。まあ、じゃあ、言っちゃいましょう。レベル5は霊を見れるってことですね。まあ、この霊を見るっていうのにもいろいろあるんですけども、例えば、心が落ち込んでる時とかっていうのは、霊が見やすかったりするんですよね。まあ、そういうのは、ちょっとレベル的には低くなっちゃいますけど、ここにこんな人がいるなとか、守護霊さん誰だなとかね、僕の場合だったらしますけど、そういうようなものがやっぱり見え始めるっていうのは、かなりレベル高いです。そういう人っていうのは本当に訓練とか、まさに、はるかさんみたいに、なんか霊を見るのが、多分霊を見たことがあるから怖いって思っちゃってるんだろうけど、やっぱそういう風になっちゃうと、もったいないですよね。なんか霊って怖くないんですよ。自分の波動を高くしておけば、そんな悪いものにあったりもしないしね。はい。だから、ちゃんと、興味ある方はね、そういうのをやるといい感じになると思います。ミキミキさん、亡くなった父も主人も義母、家の祖母も夢で会いました。みんな会いに来てくれるんだね。さすがミキミキさんはどこでも会えるんだね。よしこさん、私もデジャブ結構ありました。次に何が起きるか分かり、その通りになったりしてびっくり。そうなんだよね。あれびっくりするよね。ここでこの人いたみたいな。ここでこんな人がいて、いるやんみたいな。あるよね。面白いよね。あれね。本当に。イーさん。幽体離脱する直前で毎回頭から真っ逆さまに落ちていくような感じになって怖いね。子供の頃ですけど、確かにそれ怖いね。はい。そういう感じじゃなくて、こういう風に見せてとか、ちょっとこう言っちゃったりしてもいいかもしれないですね。はい。クランベリーさん、同じ場所の夢たまに見ます。でも内容覚えてないです。なるほど。でも何か伝えたいことか、またはよくそこに行ってるってことですね。魂がね。みそさん、はきらさん、皆さん、こんばんは。ヒーリング間に合った。全然間に合ってますよ。よろしく。50分からヒーリング開演エネルギーを送りますので、皆さん楽しみにしててください。ゆきさん、夢って見たことないメカとか出てきて、今日のお題が本当に興味深い。そうなんですよ。でもそれはどっかで見に行ってるってことなんです。未来なのか、なんか意味があるってことですよね。はい、そういう時っていうのをちゃんと調べてみたりするといいってことですよね。さきさん、幽体離脱はしたのかわからないんですが、家の中を飛んでた記憶が一度あります。夢をほぼ毎日見てたのですが、途中から夢を見ないで何とか声だけ流れることがありました。それは何かあったんでしょうね。見たくないと思ったのかな。はい。でもそういう人はまた見してって言ってたら見ることができる。見えない、こういうふうになる人っていうのは結局自分で見たくないとかってちょっとこう考えてたりするということがあるということですよね。はい。鉄木野さん、有名人の霊視って間違い、あります。これね、なんていうかな、未来っていうのは結構変わったりするんですよね。なんかこう、
今の状態だとこの未来がっていうのが見えてたりするけど、それをこうその人が聞いたりとか、いや絶対なんかみんながそう言うんだったら変えようとかと思ったりすると全然変わったりするってことがあるってことですよね。もこもこさん、夢のお告げ的なのありますよね。はい。それはそういうことだってことですね。うさぎさん、今声だけの意味は見ないですが、なるほど。落ち着いてきたってことですね。マジックショップさん、エンジェルナンバーを毎日見たりシンクロすることはあります。そうですね。これも、これはね、レイカンドレベルっていうよりかは、どちらかっていうと、それもステージが上がってるとか、エネルギーが、霊感が上がってるとか、波動がとかね、そういうとこもあるし、なんかちょっとこう、今変わり気味とか、あとはちょっと自分のなんかいいエネルギーを発してる時とかに見たりする。いろんなのがあるってことです。はい。ということで今日はこの5つですね。1がその場の感じを感じる。そして2が、金縛りに合う。そして3が人の考えていることがわかる。4がですね、夢で人と話したり予知夢を見るということですね。これもかなり高いと思います。見ないとしても大丈夫なんですけど、見る人っていうのは結構、もう霊感レベルとしては高いということですね。そして、5番目が幽霊を見る。またはそういうものからメッセージをもらえるっていうことですね。これはかなり高いです。聞こえてくるとか、メッセージをもらいました、こう言われましたとかっていう人いますよね。そういう人は、霊感度レベル、僕の中では5ですね。かなり高いので、それを、さっきのはるかさんみたいに怖いとかって言ってないで、やっぱりちゃんと向き合った方がいいと思いますね。はるかさん、子供の頃の夢なんですが、家の前を通るけど、この家はもううちの家ではないんだと悲しんでたんです。まさか本当にそうなるとは。兄が継がないので、この家もう売るかも悲しいですよ。代々からの家なんです。でもそれも諸行無常受け入れ、そうですね。そういうものにこだわってはいけませんね。はい。流すこと大切で、断捨離することも大切。今日どなたかが言ってました。今日かな、一粒万倍日かなんかなんだけど、手放すということをする一粒万倍日なんだそうです。カメさん、人生で霊を見たのは5回くらいですが、そのうち4回は夕暮れ時です。最後の一度は朝8時でびっくりしました。うちの職場たまに出るんですが、その廊下、朝8時にすると、これあると思います。やっぱりこの時間に見やすいとか、その自分の、なんていうかな、体調とかそういうものでもあるでしょうしね。笹向さん以前は霊にいたずらされたり目を閉じても般若の顔が見えたりと怖いで、怖い思いしましたが、気を強く持って私は大丈夫と思い込むようになってからほとんど怖い霊には合わない。そうなんです、笹向さん。まさにそうなんです。それめちゃくちゃ大切なんですよ。はい。ゆきさん。夢の中で一番気持ちのいいのは飛んでる夢です。残念ながら霊は見えません。はい。でもそれでも全然いいと思いますよ。鉄木野さん、なんか質問がすごいことばっかり聞いてくるんですが、はい。様々ですね。そうですね。はい。霊視もね、いろいろあります。どこにつながるかっていうのも、どこにつながりやすいかっていう人もいますね。そういう、なんかこう、自殺した人ばっかりつながってしまう人もいますしね。そういうのにはもうつながらなくてもいいし、という、守護霊とかそういうのにつながるっていう人もいますしね。ミキミキさん、妊婦の時は猫とかヘビ、よく喋る女とかよくあったけど、めちゃくちゃでっかいヘビさん出てきて見えなくなった。なるほど、面白い。ね、やっぱりあるんですね。妊娠してる時とか、やっぱその時も変わるんですよ。あと、そういう時っていうのは子供の霊感の強さみたいなのもお母さんに移るんですよね。で、赤ちゃんの時って多分すごく神聖なエネルギーがめちゃくちゃ強くなってるわけですよ。だって、精子卵子から子供の人間の体になっていく段階だからね。だからすごくいいエネルギーというか光を放ってるんだと思います。だから、妊婦さんっていうのはすごくなんか、運が良かったりするとかってよく言いますが、多分そうだった。私5だった。おめでとうございます。はい。それをちゃんと使った方がいいっていうことですよね。5はあったからっていいわけじゃないんでしたね。やっぱりこう苦しむ人もいるんですよ。見えたくないものとかが見えたりとかね。はい。だからそういう人はちょっとこう、やっぱり頑張って訓練とかしてみるといいってことですね。ゆきさん、あきらさん小さい頃から見えたんです。僕もね、小さい頃よく人の考えてることとか分かってたんだけど、あんまりね、見えたりはしなかった。見えてたら怖かったと思うけど、あの、何回か子供の頃になんかあの人怖いなと思ってて、やっぱり人間って怖いなと思ってた人が人間じゃなかったっていうことはありますね。はい。
はるかさん、これよくわからないけど、昔、夜中におかっぱの着物を着た女の子が私の首を示すような目が覚めたとき、フットライトが消えてたんです。その後また今度その子が成長してて、フットライトやっぱり消えてる。でもその後消えても見なくなったけど、あれなんだ。ああ、なるほど。何かそういう経験をしたんでしょうね。その人自身がそうやって殺されて、その時に電気が消えたとかね。なんかそういうのをちょっと見せてたのかもしれないですね。でも終わったのは全然問題ないと思いますね。はい。鉄木野さん、はい、スペースの世界はイギリスが進んでるというか、イギリスがそういうものをめちゃくちゃ頑張ってるってことですね。やっぱりイギリスっていうのはそういうのが好きっていうのもあるんで。でもね、意外と日本も進んでますが、イギリスっていうのはね、なんかすごくこう、全然違うんです、日本と。またちょっとそれを話しちゃうと長くなっちゃいますが。はい、面白いです。探されたりすると面白いかもしれない。クリスタさん、こんばんミラクル。ゆかさん、私は霊は見えない。影を感じることもあります。それでも十分だと思いますが、まあね、メッセージをもらえるとか、幽霊が見えるっていうのがレベル5だということです。まあ、4、5ぐらいの人はですね、かなりいいものを持ってらっしゃるので、なんていうかトレーニングとかしたり、また怖いなと思ってるのであれば、自分の波動を高めるとかね、そういうことで変わってくるということですね。はい、ということでありがとうございました。いや、なんか面白かったです。今日のレイカンドレベル。はい。これでですね、自分がどのら辺にいるのかなっていうところをちょっとこう、わかるっていうふうに確認していただければいいかなと思います。ちょっと待って。のりこさん、夢で自分がやられてる夢が一番怖かった。そんな夢を見たことある。怖すぎてね、それ怖いで。そういうのはもう見ませんって心に決めた方がね。どんどんパウパーさん、こんばんミラクルいただきました。ありがとうございます。ということで、皆さん50分になりましたので、ヒーリング会エネルギーを送っていきたいと思います。はい。これからヒーリング会エネルギーを送ります。この画面を開いていただいているうちはですね、エネルギーが確実に飛びます。私感じないんですとかっていう人もですね、はい、確実にエネルギー飛びますので、安心して、来てる、もらってるっていうふうに思ってるといいと思いますね。はい、そして、この画面から出ますので、この画面の前にペットボトルのお水、お茶、コーヒーなど入っているのを置いておくとですね、そこに波動が移って波動水というのができます。今日はこのエネルギーを送りますので、いっぱいビン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 エネルギーを受けてもらいますが、明日とか明後日とかですね、その波動水を飲んでたらまた元気になるので、よかったら作ってもらうといいですね。みきみきさん、息子ちっちゃい時、猫ちゃんが知らないおじさんがあって、隣の家からしてきたあっち来て、そりゃそうでしょう。みきみきさんの子供なもんね、絶対霊感強いと思う。ケイクさん、娘が海に落ちてしまう夢を見た数字が夢と全く同じ景色の海に行きびっくり、絶対に手を離さない。それ守られてますね。ゆきさん、あきらさんのヒーリングいつも携帯2台で十分です。さすがです。素晴らしい。はい、受け取ります。ということで、ありがとうございます。はい、そして、鉄木野さんもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。それでは参りたいと思います。これからヒーリング会員エネルギーを送ります。体全体で受けてください。そうすると皮膚がですね、ピクピクざわざわしたり、柔らかいところが痒くなったり、または熱くなったり、冷たくなったりということが起こります。これ熱くなったから冷たくなったからどっちがいいとか悪いとかではなくてですね、今日はエネルギーを感じる。なんか、ここなんかジリジリするなとか、手がジンジンするとか、そういうようなことを感じていただければいいかなと思います。そして、この受けてですね、自分元気になってるっていうふうに考えていただけて、受け取っていただけるということですね。はい。では、お待たせいたしました。始めていきたいと思います。皆さん、ちょっとお水とかお湯とかあれば飲んどいてください。この、ヒーリングとかエネルギーを送ってるとき、受け取るときっていうのは、やっぱりエネルギーがわーっと大きく動くんですよね。はい。ですから、すごくエネルギーを使ったり、バランスが変わったりするので、そのお水とか飲んでおくと、また調整したり、潤ったり、落ち着いたりするということですね。はい。で、やっていただきたいと思います。はい。今日は、福前さんとかもね、いろいろ伊勢とかも行かれたみたいな、その皆さんのですね、エネルギーもいただいて、循環させていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初にこちら左手からですね、ヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーっていうのは、皆さんのですね、体の調子の悪いところ、そんなところのエネルギーを癒してくれたり、細胞を癒してくれる、そんなエネルギーです。そして、皆さんの傷ついた心、そんなものを癒してくれたり、自分がトラウマから得た、怖い
経験、そんなものが残っている感情などもですね、すべて癒してくれるようなエネルギーです。そして、こちら右手からは開運エネルギーを送り始めています。この開運エネルギーというのは、僕のですね、今、いい感じのエネルギーを皆さんに送って、それを浴びることで皆さんも良くなってくる。そして、皆さんの、良いエネルギーがさらに良いものを引っ張る、そんなエネルギーにつながっていきます。なので、良いことが起こるんじゃないかなっていう気持ちになったり、または自分がなかなか前に進めない。そんな人の背中をポンと押してくれるようなエネルギーです。今、ヒーリング、回遊エネルギー、僕の両手からですね、すっごくエネルギーが今流れています。この流れが皆さんに行って、そして皆さんからまた送ってくる大きなエネルギーの、流れが始まっています。そして、お参りに行ってですね、エネルギーをどんどん浴びてきてきた人も皆さんにエネルギーをお裾分けで流してくれています。ありがとうございます。ガーさんもいいですね。左のこめかみジンジンしてきたって。はい、いいと思います。僕も今すっごく手がジンジンしております。それではこのヒーリング界エネルギーを体の中に取り入れていこうと思います。まず鼻からゆっくり息を吸うと、喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはあなたのいらないエネルギーや痛いところのエネルギー、またはいらない思い入れ、考え方、そういうものも口から出て地球に返してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口から吐き出し、いらないエネルギーをどんどん吐き出して地球に返してください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、最後の最後までいらないエネルギーを吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。引き続きヒーリング、回遊エネルギーを皆さんにどんどん送っています。このようにヒーリング、回遊エネルギーをどんどん浴びていると、もうあなたの体の中にはエネルギーがいっぱいになり、自分からヒーリング、回遊エネルギーが溢れ出ているのを感じることができます。それではこの自分から溢れ出ているヒーリング、回遊エネルギーをあなたの愛する人、家族や友人、職場の人などで応援したい人、または、エネルギー、元気になってほしい人、そんな人に送ってあげてください。そうするとあなたの愛する人は笑顔になり、元気いっぱいになっていくのがわかります。そして自分の体で調子の悪いところがあれば、そこにもエネルギーを投げかけてあげてください。波動水を作っている人は波動水へ、ブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人は、そこにも自分から出ているヒーリング界エネルギーを投げかけてあげてください。そうすると自分を中心にエネルギーのいろんな角度があり前に、流れているのがわかります。こうしたエネルギーがあなたのエネルギーを強くし、そして前向きなものへと変えていってくれます。今日は霊感度レベルについてお話ししました。私たちというのは魂が入っている。なのでみんな霊感はあります。ただその霊感のレベルというのがあってですね、やっぱりその人に合った、その人が必要なレベル、またはその人のステージで変わっていきます。今日私は霊感度レベル1か2しかなかったという方もですね、もちろんステージが変わっていけば、または興味があって勉強したり修行していったりすることでどんどん霊感度っていうのは上がってきます。はい。ですから諦めないでですね、ここにいる方はその霊感を使ってですね、いろんなことをしたい、人を助けたい、自分を変えたい、
いろんな方がいらっしゃると思います。そういう自分の目的に向かってですね、使っていただければいいかなと思います。今日も楽しい時間をありがとうございました。もう本当に手がじんじんになって皆さんとのですね、ヒーリング会エネルギーの循環が行われています。皆さんにも良いことが起こりますようにということをお祈りして終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと強いエネルギーを送ったので、もし頭が痛くなっている人がいたらですね、お湯を飲んで、そして深呼吸をゆっくり2回ぐらいやると、はい、エネルギーが落ち着いてきますので、やってみてください。そしてお湯、飲んどいてくださいね。はい、ありがとうございます。まさみさん、ありがとうございます。あきらさんの声が心地よいです。ということで、ありがとうございます。嬉しいです。はい。そういう感じで、今日はすごかったっていうのもいただいてます。ありがとうございます。はい。皆さん、霊感をですね、いろいろ駆使して、いろんな自分のですね、形、必要な形で使っていただきたいなと思います。パフさん、ありがとうございました。ジンジン、ありがとうございます。ゆきさんもありがとうございます。ミラクルラブいただきました。のりこさんもありがとうございます。ということで、ちょっと待って。福前さんもありがとう。ジンジン熱いです。ありがとう。たかしもありがとう。ミラクル。そして、のりさん、昔、エンパス的なことじゃないです。そう。強くなってるので、大丈夫。皆さん、みんな強くなるから。まさみさんもありがとうございました。そして、みそさんも優しい時間ありがとう。こちらこそありがとう。シストラバーツちゃんもありがとうございました。チャンネルさん、手から金ピカ出ました。貯めといて、私に送って。でこそありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラブ届いたかしらということで、今日も楽しい時間をありがとうございました。はい。あさって7日、愛媛に行きます。愛媛の東温市というところでですね、朝の、倫理法人の朝のモーニングセミナーで、僕は5分だけですがスピーチさせていただきます。そこにもし、来られる方は来てみてください。はい。そして10月1日から愛媛の南海放送ラジオというところで、アキラのキラキラトラベルという、番組を持たせていただいています。ラジコで聞きますので、よかったら聞いておいてください。はい。ありがとうございます。楽しかったです。とか、久しぶりの気持ち、やっぱり、ありがとうございます。はるかさんもありがとう。マジックショップさんも、熱を感じる何かに触れて、いいですね。はい。ミラクルラブいただきました。笹木さんも手がポカポカです。言ってますね。ミラクルラブいただきました。ありがとうございました。はい。ということで、もううちの犬がです。隣の家ですごい声を出しています。ということで、今日も皆さんありがとうございました。みんなありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。うさぎさんもありがとう。さとちゃんもありがとうございました。みそさんもありがとう。ぐっすり眠ってくださいって言ってくれてるよ。はい。おやすみなさい。ありがとう。はい。ということで、これ辺で終わりたいと思います。皆さん、おやすみなさい。ありがとう、ミラクル。愛してるよ。